ねえ、かや、今年組から4人小学校へ行くんだって。そうだか。んでな、先生がな、オラにもどうするって聞いたんだが。で、おめえなんてって言った？黙ってた。ジェニーに決まってんだもん。小学なんか行かんでもええ。明日草餅こしらえてやらず。よく来ましたね。まあまあ。いやいや、どうぞお構いなく。どうぞお好きなして。いつも良介がごやけ様になりやして。いや、どういたしまして。良介君はよくおできになるので、僕も大変楽しみにしてるんです。いや、へえ、もうからっきし。いや、今日学校で聞いたら、お宅でも中学校へやらせてくださるそうで、僕も非常に嬉しいと思いましてね。何しろこれからの人間は上の学校でなきゃ旗が相手にしてくれませんからね。良介君ぐらい出来が良くて小学校だけでやめてしまっては惜しいと思いましてね。いや、どうも。お母さんもよく決心がつきました。これから何をするにも学問がなくちゃお話になりませんからな。僕も東京へ出てもう少し勉強したいと思ってるんですよ。なんて言ったってこんな田舎にいたんじゃ先が知れてますからな。じゃあお母さんも本当によく決心してくれましたよ。どうも大変お邪魔しました。はあ、おかまみたちいてんです。良介、先生がお帰りにならされる。いやいや、もうどうぞ。不調法いたしって。良介。良介。良介。なんだと言うだ。なんだと好きだ。小学校へなんか行けるみかい。バカ。で、大久保先生いつ行くだね。明日のお昼の上りだとさ。そうかね。
先生だったな。あっちゃあの先生はきっと東京行くと思ってただよ。いつも東京東京って言っていなかっただからな。おめえやっぱし小学校へ行くだよ。母やも呼んで一晩考えたんだが。他の子が寄ったりも小学へ行くに宮中の目が行かねえんじゃ母やんだって面白うねえからな。ワンダルも中学校行くだ。そんで上の学校だって行くだ。そんでうんと勉強するだ。な、そんで偉くなるだ。ワンダルで偉くなったら死んだ父やんだってきっと喜んでくれるだし、ワンダルの勉強のためだったら母やんがどねになったって構いしねえだ。な、うちの子なんか考えんでうんと勉強するだ。な、小学校行くだ。ワンダルを中学校やるぐらいのことは母やんだってできるだし、それぐらいのことできないでどうするだしな。な、分かっただな。母やんももうじきおばんなるだし、いつまでもワンダルにそばにいてもらってたけど、でもやっぱし大久保先生の言わっしゃる通り、これからの人間は学問がなくちゃダメだしな。うちの子なんか考えんでうんと勉強するだ。な、分かっただな。な、分かっただな。なあ母やん、俺きっと偉くなる。あの子も東京で仕事めしてたと言ってきただ。そうだしか。あらよかっただな。でも早いもんだしな。早いだかな。おらにはずいぶん長かったし。なあ、春にでもなったら東京へ行かずかと思うだ。そうかね。そりゃええな。あの子ももう27になるだし、もうそろそろ嫁の申請もしてやらなくちゃなんねえしな。
ずいぶんしばらくでしたね。夜行じゃ大変だったでしょう。疲れたでしょう。そんなでもなかったし、前の人がえらく親切にしてくれただからな。高崎だったかね。お弁当も買ってきてくんなされてな。そうですか。それはよかったですね。次の方どうです？今年はひどい雪でな。そうですか。隅田川、隅田川。永代橋です。向こうに見えるのは清津橋。そうだか。でっかい橋だな。本当によく出かけてきましたね。ねえ、うちはこの原の向こうなんですがね。まあぶらぶら歩いていきましょう。大変なうちですよ。なんかさ、驚いちゃいけませんよ。何がさ。いや、実は女房もらっちゃったんですよ。とにかくうち行きましょう。お母さん、ここですよ。さあ、どうぞ。おい、おっかさんがいらしたよ。さあ、どうぞ。いらっしゃいませ。さあ、どうぞ。はじめまして。杉子です。よくいらっしゃいました。お初めてせがれがいろいろごやけ様になりやして。ずいぶん汚いうちでしょ。
ねえお母さん、ちょいと。去年の暮れ生まれちゃったんですよ。いろいろ考えたんだけど、お父っつぁんの名を一時もらって義一とつけたんですよ。よく寝てますよ。ねえ、お母さんには孫なんですね。ちょっと。うん？晩の支度どうする？まあ、金あるか。少し。お母さん、何ごちそうしましょう。ねえ、何が食べたいです？なんでもええだよ。そうですか。鳥買ってこいよ。早く帰ってきてくれ。洋食屋の娘なんですよ。洋食屋さん。ええ、学校行ってる自分に下宿してたでしょ。その近所のなんですよ。ねえ、本当はお知らせしなくちゃいけなかったんですけど、すみませんでしたね。すぐもすまねえもおめえ正規に行ってりゃええんだし。ええ、頼んできたわ。足りたか。ええ、おっかさん頼むよ。分かってる。市役所だって聞いてただが。ああ、市役所の方はね、半年ばかり前に辞めちゃったんですよ。そうだか。ええ、すみません。ちょっと出かけてきます。ああ。いや、すぐ帰ってきますよ。先生、各 BFD と EFA の等しいのがわからないんです。これとこれの等しいのは分かってるね。ええ、分かってます。三角形 PBD と PAE におけるこれとこれは直角。四辺形 PBCA は円に内接しているから、これとこれは等しいね。ええ。したがって残りの角、これとこれは相等しい。わかりました。分かったね。これがシムソン線の定理だ。なおい、すまないけど10円貸してくれないか。10円10円持ってかないと困んな。じゃあ5円でいいや。すまんな。すまん。ねえ、松村さん、すいませんが5円貸してくれませんか。おふくろがひょっくり国から出てきちゃったもんですから。
ねえ、一つお願いしますよ。月給日には間違いなくお返ししますから。ねえ、ねえ、なんでしたら利子を1割つけますよ。うん。どうもすみません。ご迷惑だとは思うんですけど、何しろ急なもんでしたから。すみません。で、学校の方じゃいくらもらってますだ？ほんのわずかなんですの。でもどうにかやってけますわ。ただいま。おかえりなさい。ただいま。おかえり。すみませんでしたね。どうも教師なんて商売は勝手の時に休めないもんでしてね。どうです一つ。うん。おい、お茶入れろよ。お母さんのマークだ。ねえ、お杉さんや僕がいなさるだったら何かお土産持ってくるだったがな。いや今年はおかげでな。それはよかったですね。大久保先生は達者かね？先生ですか？先生は相変わらずの達者ですよ。なんだったら明日行ってみましょうか。お行き合いしてだがな。行ってみましょう。先生きっと驚くだろうな。どうですもっと。これあんこが違うんですよ。ねえ、ここなんですよ。こんにちは。これはさあどうぞどうぞ。これは珍しい。さあさあさあどうぞどうぞ。さあねえ君、おっかさんにお座布団をね。じゃあ。しかしおっかさんよくいらっしゃいましたな。ずいぶんしばらくでした。いつお出かけになりました？昨日の朝こちらへ参りやして。いやそうでしたか。お久しぶりでございます。いやどうも私こそとんとご無沙汰しておりまして。
大噂はいつも涼介君から伺っておったんですが、どうも何にしろ。しかしまあよくお出かけになりました。涼介君、若とにすまんがね、そこらに手拭いありませんかね。手拭いですか？ええ。いやどうも洗濯シャボンってやつは。はい、手拭い。いやどうもありがとう。あれからかなりなんので、国の方も随分変わったでしょうね。へえ、先生がこれなんかとよくお遊びなせやした犀川の土手もすっかり攻めになりやしてな。おお、そうですか。あそこの月見草はきれいだったですがね。ほほう。行動も立派なのが立ちやしてな。ほう。何しろ東京にいて戸隠山のホトトギスが聞けるようになったんですからね。あれは私も聞きましたよ。私もレンゲの花の咲く自分に一度帰ってみたいといつも思うんですがね。どうした？どうした？これ食べたい。しょうがないやつな。こいつが次男です。さあ、泣くんじゃない。お客様にお辞儀しないか。しょうがないやつ。次郎さん。次郎さん。どうもこういう育て方いかんのですが、ついどうも手っ取るばやもんですからな。そりゃもうどこのお子供衆もおいくつにおなりやす。6つなんですがね。どうも柄ばかり大きくなりまして困ったもんです。先生、お忙しいんじゃありませんか？いやどうも東京へ来てこんなことをしようとは思いませんでしたよ。いやなるようにしかならんもんですな。ただいま。あ、お帰りなさい。具菜です。野々宮君のお母さんです。いらっしゃいませ。お留守に上がりやしてよくいらっしゃいました。何かいただいてな。まあ、ありがとうございます。こいつが4なんです。まあ、こりゃまあお利口げだ。いやお母さんもお孫さんがおできになってまたお楽しみが増えましたな。あ、そうそう、この間話した夜泣きのおまじないだがね。おお、これですか？うん、これをね逆さまに貼るんですな。おお。
ねえ、これがトーチーって言うんですよ。Gnädiges Fräulein! Gnädiges Fräulein! Gnädiges Fräulein! Danke. Was wird man im Schloss dazu sagen, wenn man erfährt? Ich nehme an, man wird nicht sehr entzückt sein. Ja, aber warum sind Sie dann gekommen? Wissen Sie es noch immer nicht?ねえ、お隣がやかましくてお母さんよくお休みになれるかしら。うん。でもこれで家賃が3円安いんだもん。仕方がないよ。なあ、明日からどうしようかな。借りた金もあらがた使っちゃったし、月給日までにはまだ間があるしな。そうね。おかえりなさい。ただいま。おかえり。お湯いかがでした？お湯でごわした。はい。ありがとう。混んでなかったです。うん。疲れやした。ずいぶん引っ張りましたからな。問題ましょうか。どうです？私いたしましょうか。うん、いいよ。お茶でも入れろよ。
きな手になっただな。じゃあ行きますか。もっと強くしましょうか。うん。今日はおかげであっちこっち見せてもらいやした。浅草へ行って上野へ行って九代にお参りして。お前今日お母さん一番何感謝したと思う？さあ、雷門のね、提灯の大きいんでびっくりしちゃったんだよ。でっかい提灯でな。これ白そば食べたことありますか？うん？ちょっと変わってていいもんですよ。どうぞ。はい。私いたしましょう。浅草の観音さんはでっけえな。おい、ラーメン3つ。はい。チャーシューうんと入れろよな。はい。こんばんは。こんばんは。それじゃあ勉強してんのか？うん。お国からお母さんお見えになったんですってね。ええ。ひょっくり出てきちゃいましてね。弱ってますよ。まあ。お待ちどうさま。ごめんなさい。さよなら。さよなら。いやはあ。これどうですか？暑いうちにね。あお母さん、お上がりになりません？あ、いただこうかな。はい。うまいもんでしょ。うん。ねえ、明日どこ行きましょう？どっか見たいとこありませんか？さあな。でもえらく散財かけてしまっただから。いやあ、なあどこがいいかな。さあ、そうね。ねえ、お母さんおつゆがうまいんですよ。ね、それとうまいもんでしょ。うん。ねえ、あれが東京市のゴミ焼き場ですよ。そうだか。何しろゴミだけだって大変ですからね。
ねえおっかさん、ついこ気に入ってもらえたかしら。ああ、おとなしい人じゃねえか。気に入ってもらえるかどうか心配してたんですよ。ねえおっかさん、僕何になってると思いました？おっかさんがっかりしてるんじゃない？どうしてさね。じゃあ、だって僕だってこんなつもりじゃなかったんですもの。僕は時々東京へなんか出てこなきゃよかったと思うんですよ。学校出てこんなこっちゃおっかさんにもうちの時ですからね。おっかさんに苦労かけてまで無理して東京の学校へ来るほどのことはなかったんですよ。なぜさ。どうしてだ。おめえそんなふうに思ってだか。おめえはこれからだとわしは思っているだに。それは僕だってそう思ってますよ。でもひょっとすると僕はもう小さいすごろくの上がりに来てるんですよ。そんなにのんきなこと言ってちゃおめえ困るじゃねえしか。僕はおっかさんと一緒に田舎で暮らしたかったな。よくひばりが泣いてますね。
母さん、どうしたんです？なんだか寝つかれねえもんだから。どうしたんです？もう随分遅いんですよ。おやすみなさいよ。でもお母さん、昼間僕が言ったことを気にしてるんですね。ねえ、寝ましょう。ねえ、お母さん。お母さん、やっぱりがっかりしてるんでしょう。ねえ。でも僕はやれるだけのことはやったんですよ。お母さんに苦労かけてることが随分僕の励みになったんです。でも東京じゃ夜学の先生になるのさえようやくのことだったんですよ。それは僕だってこのまま夜学の先生で満足してるわけじゃないんですけど、これから先でも何になれるか点で見当がつかないんですよ。そうかな。ええ。けんどおめえまだ若んだもん。そう諦めてしまうことねえじゃねえしか。いや、諦めちゃいませんよ。やれるだけのことはやったんです。でもこの人の多い東京じゃいくら焦ったってしょうがないんですよ。そうしようがねえって決めちゃうことはねえだよ。わちゃだってこの年になるまじゃいっぺんだってしょうがねえって諦めたことなんかねえだよ。女の手一つでおめえを東京の学校にやろうなんて提言のこっちゃなかったんだし、それをおめえがそんな気でいてくれたんじゃ。それはおっかさんから見りゃこんなことって不甲斐ないやつだと思いでしょうけれど、大久保先生だってあの自分は随分大きい望みを持ってましたよ。その先生が東京じゃとんかつをあげてるじゃありませんか。あの大きい星雲の志が5000のとんかつをあげてるなんて。ねえおっかさん、人の多い東京じゃしょうがありませんよ。そら先生が先生で。いや誰だって同じですよ。しょうがありませんよ。これが東京なんですよ。おめえそう東京東京って言うけんど、東京で出世している人だってうんといるじゃねえしか。そりゃ中にはいますよ。いるじゃねえしか。おめえだって出世してばっかしに東京へ出てきたんじゃねえしか。そりゃそうですよ。けどそう思うようにいかないのが。思うようにいかずか。その少年はいけねえだし。母やにしてみりゃそうあっさり諦めてもらいたくねえだよ。母やがこの年になるまで働いてきたのもおめえの出世が楽しみだったからだし、この楽しみがあっただから働きげもあっただし生きげだってあっただしな。それをおめえのようなそんな少年じゃな。な、母やはな、おめえには隠していたけんど在後にはうちはねえんだよ。父親が残さしゃったうちも桑畑ももうみんなうちまって、母やはおめえには黙っていたけんど今じゃ縄手の交番の長屋にいるんだし。けんどそんなことはどうだってええだ。おめえしっかりしていてくれりゃ母やはうちだって畑だってそんなものは何もいりゃしねえだ。母やはおめっきりが頼りなんだし、済んだのにそんな気で言ってくれたんじゃ。
坊や、せっかくなったら何なんだ。坊やも東京で暮らすんかね。おばあちゃん。こんにちは。おばあちゃんどっから来たんだい？信州から。信州って中部地方だろ。県庁取材と俺みんな知ってら。新潟県が新潟、長野県が長野、岐阜県が岐阜、山梨県が山梨。主な産物は生糸だろ。トミちゃん、トミちゃん。また豆腐かいで。さよなら。ねえあんた。ねえ、これでお母さんをどっかへ連れてってあげてくださいな。ねえ、お天気もいいんだし、どっか連れてってあげなさいよ。せっかく出ていらしたのに、あんなとこで孫の思いじゃお気の毒だわ。どうしたんだ？いいんですな、あんな着物。どうせ着ないんですもの。お前も行けよ。私？何なんかどうだっていいじゃないか。今朝は前のおかみさんに頼んどきゃいいよ。なあ、一緒に行けよ。ええ。君は鏡であったな。トミちゃん、早く勉強しなさいよ。うん。トミちゃん。トミちゃん、トミちゃん。おい。おい。今日はミット貸してくれない？嫌だよ。ケチなの。いつでも断りやがら。貸しとっていいじゃないか。おい、みんな来いよ。おい、来いよ。いいかい、見てろよ。行きはよいよい、帰りは怖い。どうだい、ミット貸せよ。嫌だよ。どうだい、どうだい。こんにちは。あ、こんにちは。毎度すみませんけど、また留守お願いしますよ。ようござんすとも、どうぞ。毎度すいません。いいえ。じゃあお願いします。どうぞ。いってらっしゃい。おばさん、トミちゃん前に蹴られちゃったよ。え？どこで？どこで？
トミちゃんどうしたんだ。どこですか。どこです。ね。どこです。ね。ゆうちゃんちの裏だい。行ってみましょう。トミちゃん、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 トミちゃん。ほら、すぐ医者行きましょう。フルーツは120。やあ、微着です。うん。ガーズ。この子はこの頃口癖のようにミッとご先生さんにそんなことなく買ってやれば。ねえ、お母ちゃん、あたにまりかったね。とんだ災難でした。でも案外軽くて結構でした。2、3日入院してりゃいいんだそうですよ。ねえ、失礼ですけど差し当たりこれを使ってくれませんか。いや、いいんですよ。困ってる時はお互い様ですよ。ね。人手が行ったら遠慮なく言ってくださいよ。次ごっこさせますから。すみません。いや。お母さん、ありがとうございます。いろいろご親切にしていただきました。けど本当に軽くすみやして。
ゃあどうぞお大事に。じゃあさよなら。母ちゃんもありがとね。お母さん、すいませんでしたね。せっかく楽しみにされた一日がこんなことになっちゃって。それどこか。母やんはな、おめえのようなせがれを持って今日は本当に鼻が高かっただよ。いやおめえ今日一日どんなにええとこへ連れてってもらってもあんなええ目にはきっと会えなかっただ。な、貧乏してるとな、ああいう時のありがたみが本当に嬉しくなるもんだ。おらもうんと貧乏しただからな。なあ、ことによるとおめえもお大事になれなかったんがよかったかもしれねえだ。おめえ本当にええことしてくれただし。これが何よりの在庫への土産だし。おじちゃん。いやどうです？おかげさまでただいまやっと退院できました。本当にいろいろお世話様になりまして。いやそれは良かったですね。それじゃおばあちゃんがよろしく言ってたよ。勉強して偉くなれって言ってたぜ。まあ、お母さんお帰りになったんですか？ええ、今お聞きしたところなんですよ。まあ、そうですか。お目にかかっていろいろお礼が申し上げたかったんですのに。ああ、本当にお母さんにはいろいろご親切にしていただいて。いや止めてはみたんですがね、やっぱり田舎の方がいいらしいんですよ。さあ、それじゃ行こう。
お母さんもうどの辺までいらしたかしら。さあ。ねえ、お母さん私気に入ってくださったかしら。うん、それは大丈夫だよ。ねえ、お母さん満足してお帰りになったかしら。うん、多分満足してはお帰りになるまいよ。なあ、本当言うと俺はまだお母さんに東京に来てもらいたくなかったんだよ。こんな惨めなところはあんまり見せたくなかったからな。なあ、そうだろう。例えばさ、俺が年を取って久しぶりで会ったじいちのやつが大学の先生じゃそう大して嬉しくもないからな。おい、もう一遍勉強するぞ。中等教員の検定でも取ってみよう。なあ、でお母さんにもう一遍出てきてもらうんだ。だっていつまでも赤ん坊でいるわけじゃない。こいつだけは大きいすごろくの振り出しからやらせたいからな。あんたはいいお母さんをお持ちになって幸せですわ。
おめさん、東京どうだったし？やっぱし東京だしな。大したもんだ。毎日まんで税取りさんのお稽古のようだったし、朝から4べまで焦げたまなし人が歩いてるだ。大したもんだ。で、せがれさんは？あの子も運転楽なってな。そうかね。そうだろうな。おめえさんもずいぶん長い間苦労しただからな。おかげさんでとってもええ嫁がめっかってな。おらももう今度安心だし。もういつだって安心して目がつぶれるだ。本当におめえさん幸せもんだ。